はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。焼肉屋で食べたくなる前菜の定番といえばユッケですよね。中には肉を焼いて食べるより生で食べるのが好きなんて人もいますよね。今日はネットで買った合法ユッケが届いたので食べちゃいます。それでは早速やっていきましょう。2011年4月、焼肉チェーンの複数店舗で牛肉ユッケを食べて起きた集団食中毒事件。その後、その事件がきっかけとなり、肉の生食に関して規制がされるようになりました。もうあの事件から12年も経ったんですね。そのきっかけとなったお店は低価格メニューを売りに業績を伸ばしていたそうです。ユッケは一皿280円と破格な設定。今は牛肉の価格も高くなったりして、280円のユッケなんて安すぎて考えられないですね。ユッケの記事を見ていたら、なんだかユッケが食べたくなってきたな。結構ネットを調べると通販でユッケが売っていますね。どれもなかなかいい値段がします。でもせっかくなので久しぶりにユッケを頼んじゃいましょう。ということで念願のユッケが到着しました。タレと合わせて食べてみましょう。到着時は冷凍状態だったので冷蔵庫で解凍しました。ボウルに肉を入れて付属のタレをかけて混ぜ合わせて器に盛り付けて卵黄、ネギ、ごまを乗せて完成です。それではいただきます。この生の肉のぐにゅっとした滑らかな食感、卵黄と絡むことでタレの甘じょっぱさがまろやかになります。肉の旨味を噛み締めて一口二口、これですこれ。至福のひとときは一瞬で胃の中に過ぎ去り現実へと連れ戻されます。もっとユッケを頼んどけばよかったな。お腹いっぱいにユッケが食べたいです。そうだ、自分で作ればたくさん食べられるじゃん。でも今規制されているし、どうやったら合法なユッケが食べられるのかな。いらっしゃいませ。こんにちは、ひとりです。いらっしゃいませ。はい、こちらへどうぞ。あれ、この人見たことあるぞ。そうだ、ラムダ技術部のラムダさんだ。はい、ということでお決まりの茶番劇からスタートした今回のコラボ。ラムダさんはラムダ技術部という登録者61万人を超える YouTube チャンネルを運営しています。技術系の真剣に真面目な動画や真面目にふざけた動画まで見る人が興味を湧くような内容。普段生活をしていると何気なくスルーしてしまう身の回りの出来事を理系目線で面白おかしく独自の切り口で動画にしています。特に自分は理系料理シリーズが好きで、精密に一つの料理を作る工程が料理を普段からする身としても見ていてとても興味が湧きます。男の料理とか手抜き料理、時短料理なんてワードが目につく世の中ですが、そんな大雑把な料理とは真逆な精密さがクスッと笑えてラムダワールドに引き込まれます。今回ラムダさんは精密な焼肉をするために島田にやってきてくれました。そちらの精密な焼肉はラムダさんのチャンネルで公開されているのでぜひご覧ください。ということで今日は合法的なユッケを作りたいなと思ったのでラムダさんの力をお借りします。冒頭で肉の生食が規制されたと言いましたが、通販でもユッケが売られている通り適切な処理を行えばユッケを提供することが可能です。今焼肉屋さんで提供されているユッケは大きく分けて3種類で、基準のもと作られた合法なユッケ、低温調理などで加熱処理された肉を使ったユッケ、馬などの生食可能な別な動物の肉を使ったユッケです。なぜ牛肉の生食が禁止かというと、肉の表面に菌が付着している可能性があるためです。何もしていない状態であれば基本的に牛肉の内部には害のある菌はいません。ですが内臓などの処理の際に肉の表面に菌が付着してしまい、そこから肉の内部に侵入してしまったり、殺菌していないまな板や包丁から菌が付着する可能性があります。冷蔵保管が長くなったり熟成が進むと菌が内側に入り込むこともあります。表面の菌を適切に処理するには厚生労働省のホームページによると、肉塊の表面 0.5mm から1センチ以上部分までを60度で2分加熱する必要があるそうです。ラムダさんに肉の塊に熱が入るシミュレーションをしてもらいました。なるほど、菌がいる可能性がある部分をしっかりと加熱することで菌数を1万分の1に減らすことができるそうです。1センチまでの部分が全て60度で2分ということは、熱の伝わる時間なども考慮すると60度のお湯に肉を入れたとするともっと時間がかかりますね。85度のお湯で10分加熱すると表面1センチを60度で2分加熱するのと同等くらいになるようです。屠殺後4日くらいまでの新鮮なお肉を使用します。なので外国産のお肉でのユッケは安全面などを考えると難しいのかもしれません。それでは合法的なユッケを作っていきましょう。まずはまな板や包丁の菌の殺菌をします。今回は新しいまな板と専用の包丁を用意しました。このまな板と包丁を83度以上のお湯で消毒します。次に牛肉をシミュレーション通りおおよそ 10cm×10cm で切り分けます。切
切り分けた肉を真空用の袋に入れます。今、この状態で 1030g です。袋が 10g なので、肉全体としては 1020g ですね。これを真空して、次に鍋でお湯を沸かします。今回15リットルで85度のお湯を作り、その中に10分漬け込んで肉を加熱します。10分もこのお湯に入れたら、中まで加熱されそうで不安ですね。10分経ったら、これ以上熱が入らないように氷水につけて冷やします。肉が冷えたら、袋から取り出し、水気を拭き取ります。次に加熱した外側1センチ部分をトリミングします。こうすることで、中の部分のお肉の菌がいる可能性が低くなり、生のお肉をユッケで食べることができます。ラムダさんのシミュレーション通り、肉の外側は加熱されていますが、中の方は生の状態です。この周り1センチをトリミングすれば、生の肉が取れそうです。周りを1センチカットすると、取れるお肉は結構少なくなりますね。394g です。600g くらい減っちゃいました。予想していたよりも量が少ないです。加熱前の肉は、日曜日の朝はベッドでイチャイチャハート色くらいですが、加熱した肉は気づけばそこに海の家の足音なき侵入者色くらいに変化しています。それではお肉を細かくカットしてユッケを作っていきましょう。カットしたお肉をボウルに入れて、おろしニンニク、島田の醤油だれ、ごま油、コチュジャンを入れてよく混ぜ合わせます。器に盛り付けて卵黄、ネギ、ごまを振って完成です。ついに合法ユッケが完成しました。早速食べてみましょう。いただきます。ダメですよ。なるほど。こんなに手間暇かけたけど、なんとしっかりとした設備や届け出がしていないので、この合法生ユッケを食べるのはお預けだそうです。ユッケを加工及び調理する専用の設備を備えた衛生的な場所で専用の器具を用いて行わなければならないそうです。いつもの作業スペースでついでにユッケを作るのはダメだったんですね。そう考えると、通常のお店では生の牛肉を一から加工してユッケにするのはなかなか難しそうですね。さらに加工する場合は生食用の食肉の安全性確保に必要な知識を習得したものが行わなければならないそうです。講習などがあるんですね。その他記録の保持など細かいルールもあるようです。最近ユッケが高いなと思いましたが、いろいろな設備やコストを考えたら値段が高くなってしまうのは仕方ないのかもしれません。そのおかげで美味しく安全な生のユッケが食べることができます。もったいないので、このユッケは炒めてご飯に乗せて食べましょう。改めていただきます。結局これはこれでうまいんですよね。生の肉を食べたい気持ちももちろんありますが、こうやって炒めた肉とご飯、これでいいんだよな。タレの絡んだ柔らかい肉と熱々の炊きたてご飯を一緒に口に運べば、もうこれで十分です。もしかしたらこれから先、もっと安価に肉を殺菌できる技術などができれば、手頃にユッケを食べられる日も戻ってくるかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてラムダさんコラボありがとうございました。今回ラムダさんの方のチャンネルでも、コラボさせてもらってますので、もしよかったらそちらもご覧ください。よろしくお願いします。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ラムダさんとのコラボいかがでしたか？ラムダさんのチャンネルでは精密な焼肉をしているので、ぜひそちらもお楽しみください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。